90年代カルチャー&裏原宿ファッション研究家アキラです。今日はですね、いつものアトリエを飛び出してなんと原宿駅に来ております。そしてですね、満を持してのこの企画、聖地巡礼やっていきたいと思います。じゃあ今日ちょっと初の外ロケお願いします。お願いします。いや、聖地巡礼ドキドキしております。行きましょう。僕のチャンネルではですね、他にもこの裏原宿への愛満載の動画たくさん上げておりますので、ぜひね、今日の聖地巡礼のこの動画と合わせてご覧になっていただきまして、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは行きますか。ここがですね、はい、昔はウェンディーズっていうね、ハンバーガー屋さんだったんですよ。ほうほう。で、この角ですね、この角を曲がると僕らの青春の地、裏原宿。それでは聖地巡礼、まず1箇所目がこちら。これはね、エクティックさんの跡地です。ここ裏原宿ですけど、マジで本当にここだけね、ニューヨークだったの。めちゃくちゃかっこよかったんですよ。ここ1軒目です。そしてですね、このエクティックさんから右に曲がってあそこですね。ああここです。ここ今はね、そう、ちょっとカステラ屋さんになっちゃってるんですけど、ここですか。ここがノーウェアがあった場所なの。1993年はい4月1日、ここから伝説が始まったの。ノーウェア、どこにもないもの、ナウヒア、今ここに。はい、皆様、今日の聖地巡礼、メインっちゃメインですかね。3カ所目、ノーウェアの移転したノーウェアでございます。この地下にね、ここですか。あったのよ。1995 1995年の10月13日の金曜日、最初のオープンから2年半で手詰まりだったんですかね。大きくノーウェアがね、ここに移転したんですよ。で、これだけちょっとエピソードありまして、そのさらに半年後、1996年4月1日、ノーウェアの3周年の日にですね、私アキラ少年が上京してまいりましたで、夜行バス降りてすぐここ来たんですよ。ですぐここ来て、これ並んで3番目だったかな、並んで、ここに。そうで、この階段並んで、で、伝説のね、3 years 間、3周年記念館を東京初めて出てきて買ったものがそれです。アキラさんが持ってるやつは、はい、T シャツを一回ちょっと綺麗に洗濯してあるんで、はいはいはい、ワンウォッシュ状態なんでね、完全デッドストックじゃないんで、それでこの間販売して17万6000円だ、はい、16万円の消費税ね。そんぐらいです。いや、しますね価値があるもの。やばいね、はい、買ったのよ、ここで。もうマジでもう思い出しかないし、なんだろう、もう青春ですね。じゃあ次行きましょうか。はい、プロペラさんっていうね、アメリカ中のめちゃめちゃ老舗があったんですよ。なのでこのストリートに、この裏原宿のメインストリートのことをプロペラ通りって言ったんですよ。言ったっていうか、もうプロペラさん今ないんで、今は旧プロペラ通りって言うんですけど、この通り多分今の若いジェネレーションの人はプロペラ通りっていう名前すら知らないかもしれないですね。あったんですよ、ここに。知らなかったっすもん。そうなんです。5カ所目、ダウンオンザコーナーですね。で、なんでね、ダウンオンザコーナーって言ったかっていうと、はい、ここで角なんですよ。角のお店で、そうですね。で、角の場所の本当にこの階段を降りた地下にお店があったんですよ。なのでダウンオンザコーナー。おしゃれ。それがこの店の店名の由来なんですよ。かっこいい。かっこいい。おしゃれ6カ所目、ここね、昔ね、レディーメイドっていうね、お店だったんですよ。藤原宏さんのわずか2年で幕を閉じた伝説のお店がここにあったんですね。で、これちょっとエピソードあって、はい、入り口のとこに木製のね、回転ドアがあったんですよ。はい、それ今写真出してもらってると思いますけれども、その当時ね、回転ドア、木製の回転ドアむちゃくちゃかっこよかったんですけど、ちょっと諸事情で撤去されちゃったんですよ。なんかね、多分世界のどっかで、日本かな、回転ドアで事故があって、はい、ちょっと悲しい事故があったんですよ。なるほど。それで回転ドア自体がもうダメだってなって、世の中的に、はい、で
撤去されたってそんなエピソードもあるレディメイドです。詳しいですね。それはね、研究家ですからね。確かに確かにオタクですからね。ここもうむっちゃくちゃかっこいい店だったのよ。ここがうん2年で、そうね、最初ここにできて、はいでその後全国展開したのね。あでいろんな地方にできて、もう要は最初のその要は並びみたいなあはいやつのもう走りじゃない。でもう発売日には必ず並びができて、で即完売してっていうのを繰り返して、ただ美学で 4,5 年引っ張れたと思うよ。だけど2年でかっこいい。まあ美学やね。かっこいいっすね。だから伝説なのよ。なるほど。それがかっこいいでしょ。うんうんその跡地です。そしてですね、レディメイドから少しだけ歩きます。あそこの交差点を越えて、はい、奥が7つ目のね聖地巡礼の場所になりますので、少し歩きます。はい。これタンブル本当だ。タンブル15っていうのをこれ見て、皆様聖地巡礼前半戦ありがとうございます。いかがですか？むちゃくちゃ楽しいです。もうね泣きそうです。でですね、私 YouTube 以外にも Instagram の方で 90s 裏原カルチャー発信メディア運営しておりますのでね、ぜひこちらの方でも写真でねひたすら裏原の写真上げてますんでね、チェックしていただいてフォローよろしくお願いいたします。それでは後半戦裏原地区聖地巡礼7カ所目がですね、こちらですね、バウンティーハンターさんのお家でございます。ここが要はだからもうほとんどもうなくなっちゃってるってことですよね。はいはい、今日まだ残ってる店ほとんどなかったですよね。ここにバウンティーさんがあって、でこのビルがですね、ちょっとこっちから撮った方が分かりやすいですかね。ここ見たらシャンブル村って書いてあると思うんですけど、このビルはですねシャンブル15、シャンブル15って書いてシャンブル15って読むんですけど、このビルなんですよ。このビルに裏原黎明期の90年代初頭バウンティーさんの店もあったし、セブンスターズさんのオフィスもあったし、ここがねもうまさに原宿トキワ荘物語なんですよ。こっから始まったの。ラスト王子2のカレッジフォントもここで作られたんだよ。マジっすか？ここやばくない？ジョニオさんもニゴさんもみんなここに来て、はい、みんなでここで本当に狭いこんなねアトリエからこの世界的なねカルチャームーブメントが作られたんですよ。なんかもう感動じゃない？裏原宿のこんな狭い一つのアパートの一室からね、小さい本当に何坪の数坪のお店からみんな始めて、今やどうですか皆さん、もう世界的にご活躍なされて、だから俺ね裏原宿好きなの。このカルチャーがもう日本に誇るカルチャーなんですよ。世界に通用する素晴らしいです。それでは8カ所目ですね、聖地巡礼。ここはですね、今のフルカウントさんってねデニムのお店になってますけど、フェイマスさんだったんですよ。フェイマスさんもいいブランドだったの。僕大好きだったんですよ。ここはね、この白のねスウェードのねメッセンジャーバッグ、当時4万これで買って、でフォトプリントの T シャツ、ブライアン・セッツァーってストレイキャッツのボーカリストのこのリーゼントね、かっこいいこのフォト T をここで買って着てましたね。毎日このフォト T 着て、このメッセンジャーバッグ持って歩いてましたね。次のね9カ所目はですね、もうフェイマスさんからすぐなんですよ。今なんか ET 置いてありますけど、ここのお店がですね VKS ってさっきねノーベアの移転したノーベアあったじゃないですか、地下に。1階がヴィンテージキングっていう古着屋さんだったんですよ。その古着屋さんのスニーカーショップバージョンがこの小さなお店にあったんですよ。でね95年6年でしょ、本当にレアなスニーカー置いてあったの。今だともう手に入らないような何十万もする、分かりやすいところで言うと本当 AJ1 のオリジナルとか85年の、あとコンバースの83カモって裏原靴ですけどがもうハイカットもローカットもほぼサイズピンピンの状態であったりとか、ダンクからワッフルトレーナーから全部置いてあったの。ここに夢のようなスニーカーショップだったの。今のスニーカーショップってもう新しいスニーカーが多いでしょ、はいはい、昔はそのオールドのスニーカーショップっていうのがいわゆるスニーカーショップだったんですよ。90年代っていうのはもうそれの本当草分け的な存在だったんですね。 VKS
ヴィンテージキングスニーカーっていうことですね。おーで9カ所目のね VKS からもうすぐ隣、ごめんなさい、近っ。ちょっとなんかハワイっぽいお店になっちゃってますけど、はい。ここがノーウェアリミテッド、アンダーカバーさんのレディースを専門に扱うショップがまずあったんですね。ただもうすぐ閉めちゃったんですよ。でその跡地にネイバーフッドさんです。今ネイバーさんって向こうに大きいお店ありますけど、はい。最初ここだったんですよ。めちゃくちゃかっこいいお店だったの。もうねほんと狭くて、もう入るのむちゃくちゃ緊張するってお店で、僕ね95年の冬かなに東京遊びに来たんですよ。96年の4月なんで僕上京したのね。その前の年に東京遊びに来て、来たのネイバーフッドで、扉をこう開けてあげてね、だから俺と店員さんの1対1みたいな、もうなんか固まりながらこう歩いて、この足がもう右と左が一緒になっちゃって、それでこう見て、40% の本当ネイビーのフリースを買ったんですよ。もうそれが本当に思い出、この場所の思い出です。ここの10カ所目のネイバーフッドさんの跡地の、蓮向かいです。道渡ったこっち、今シルバーのかっこいい建物になってますけど、ここにねハイド&シークさんがあったんですよ。もうラストオージ3の神回っていうのがあるんですけど、これの撮影場所ですね、ここだからジョニオさんがむちゃくちゃかっこいい階段の写真がここないんですね。その階段が今はねここにあったんですよ。いやーやばいね、今日の聖地巡礼。いいですね。もうなんかいろんななんか思い出が蘇ってきて、結構、胸熱っちゃってですかねこれね。でハイド&シークさんの方からもうこっちですね、千駄ヶ谷の方っていうんですかね、最後の聖地巡礼の今日の12カ所目の場所があったんですね。皆様今日も最後までありがとうございます。裏原宿聖地巡礼、今日12カ所目最後の場所はこちらですね。今は違うお店になっちゃってますけれども、ファニーファームの跡地です。ジョニオさんと一ノ瀬さんのスーパージャンクショップ、もう男の子だったら誰もが一度はやってみたい夢のお店ですね。ここにあったんですよね。あっちの風景は変わってないですね。瓦屋根とかその隣のお家とかは20何年前と変わらないですね。いや、今日お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。僕はめちゃくちゃ勉強になりましたね。全然詳しくないんでよかったですちなみに今のお店は最後のファニーファームね。はい。いやね、めちゃくちゃやばかったんですよ。一番かっこよかったかもしれない。本当いかついっていうか、なんかね、エピソード1個だけ最後ね、すみません、あともうちょっとですから皆さん、さっきのファニーファームの扉開けるのも緊張したんだけど、開けて入ったんですよ俺、初めて友達と一緒に。そしたら目の前にジョニオさんが座ってました。ジョニオさんがこうですね、これで怖っ。これでジョニオさんがいらっしゃいまして、怖っその当時私ジョニオさんと全く同じ格好してたんですごい怒ってらっしゃる感じがしまして怖すぎてですね。でお店の真ん中に座ってらっしゃるんで、普通お店ってこう動線ありますよね。こっちから回るかこっちから回るがあるけど、ジョニオさんここにいらっしゃるんで、店入ってまずこっちから回ってあせせんっつってこっちからもう一回回ってあせせんっつってこっち行ってレジでステッカーだけ買って帰るっていうそんな思い出ありますね。怖すぎません？もう一番とんがってらっしゃったね時代ですからね、でもそれがかっこよかったのよ。なるほど。絶対こびない、なんか貫いてらっしゃっておしゃれだったしね、めちゃくちゃかっこよかったよ本当。最後にそんなエピソードもね今日皆さんにお話できていかがでしたでしょうか。僕もずっとやりたい企画、ずっと温めてた企画で、今日うちの僕と NBR を一緒にやってくれてるまさやくんが今日全部ね同行して撮影ありがとうございます。とんでもございません。お疲れ様でした。ありがとうございましたこんな相棒ができて、この待望の動画も撮ることができて、もう本当に幸せでございます。皆様お付き合いいただきましてありがとうございました。皆様本日も最後までありがとうございました。裏原宿聖地巡礼感無量でございます。またこんな感じでねアトリエを飛び出して Vlog 形式の動画もねちょっとずつですけどね撮っていけたらと思います。そしてまずはねネクストの
動画で皆様とお会いできたらめちゃめちゃ嬉しいです。ではまた。